皆さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。ダムまっしぐら。このチャンネルでは三峡ダムの最新情報と中国を念頭に気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。5月12日、地上波では全く伝えられない三峡ダムの現況です。超高水利委員会によると、深夜0時の時点でダムの水位は163メートル75でした。おとといと比べると82センチの低下で、ついに163メートル台に突入。前回の動画でほぼ無理といった途端に下げのペースが上がったのはきっと気のせいでしょう。ダムの貯水側から見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。昨日の朝9時の時点、上流の観測所の流入量は毎秒6370立方メートルで、三峡ダムの流入量は毎秒9440立方メートル。差分については毎秒3070立方メートル。おとといと比べて上流の寸丹観測所はマイナスの890、三峡ダムもマイナス760。長江の上流では晴れ間が広がっているため、両地点ともに減少傾向にあるようです。ただしこの状態はもうすぐ変わるかもしれません。長江の最上流、金沙江にある巨大4連ダムのうち、高架波ダムの放流量はおとといの朝8時の時点で毎秒2470立方メートル。前回よりも放流を絞っているようです。一方、深夜0時の放流量は毎秒13900立方メートル。単純に割り算すると 45% の発電状況で14基前後の発電用タービンが稼働しているのではないかと推測されます。おとといと比べると大幅に増やしている模様。人々が寝静まった頃だというのにドバドバと行くのはやっと本気モードになったということでしょうか。三峡ダムと最上流にあるダムの流量についてデータを比較しながら現状を確認します。こちらは2月からおとといまでの流量の変化を示したもので、中国交通運輸部発表データをもとにグラフを作成。上が三峡ダム、下が高架波ダムを表しています。まずは最上流にある高架波ダムの方から。青のラインの放流量は長期休暇終了後に一旦マックスあたりまで増やして発電量を増やしたものの、その後すぐに絞ることとなりました。2月の春節休暇明けにも一旦放流を一気に増やしてその後すぐに絞る運用でしたから、このあたりはあらかじめ決められたダム操作なのかもしれません。一方、水色のラインの流入量はそれほど変化はなく、さらに上流にある慶楽都ダムに大きな動きがないことが言えそうです。次に三峡ダムの状況について、オレンジのラインの流入量は4月の末にピークを超えた後、下げ止まったものの、今はじりじりと減少傾向です。後で触れますが、ウィンディの予想を見ていると、中旬頃にまとまった雨が降りそうなので、また増水に転じるのではないかと当チャンネルでは見ています。グレーのラインの放流量は一定量をキープ。直近では若干増やす傾向にあるのですが、流入量との差はまだまだ物足りない水準。おそらく下流側の流量が思ったほど減らないことが影響しているのではないでしょうか。このチャンネルで定点で観測している東帝湖の衛星写真、これはセンチネルのものなのですが、これを見ると、まだ結構水は溜まったままの状態。去年の今頃はというとこれですから、ダムからの放流アップについて、なかなかゴーサインが出ないのかもしれません。とはいえ、いつまでもそんなことは言ってられないので、もっとドバドバいかないとダメなはずです。Nishi Yang Channel。とここまで、もっと放流を増やさないとダメという体の動画を昨日作っていたのですが、朝起きたらドバドバと放流していたようです。今朝7時の時点でダムの水位は 163.51 メートル。本来それほど変化のないはずの夜中に、ずっと多めの放流をしていた模様。湖南省水門局のデータを見てみると、これまではそれなりに発電需要に合わせて放流量を調整したのが、今はもうそんなの関係なしで放流をアップしていることがわかります。流入量は減少傾向、放流量を増やしているわけですから、ダムの水位は急激に下がることに。問題は、このペースを今後1ヶ月続けることができるかどうか。
後で触れますが、今ダムの上流とさらに最上流で雨が降っています。加えて、今週の中ほどからダム周辺でも強めの雨になる予想も出ています。いずれ流入量は増えることになるでしょうから、それに合わせてドバドバと流せるのかどうか。雨の降り方と下流の状況をにらめっこしながらのダム操作となりそうです。天気予報サービスのウィンディーで12時間の実績を見てみます。こちらは昨日の正午までの様子。長江の最上流にある金沙港あたりで雨雲が見られるものの、今のところそこまで強い雨ではなさそうです。雲の流れを見ていると、南西のベンガル湾あたりから流れてきて、途中から東へ行く大きなうねりがあります。南部では今後、雨になるかもしれず、ここに注目したいと思います。次に、今後の予想を見てみます。ダム周辺とその上流では、局所的に強い雨となる時間帯があるかもしれません。今日の三峡ダムの天気は最高気温が30度、最低気温が19度で曇りの予報。月の中ほどになると、そこそこ強めの雨が降りそうな感じ。まだ5月なので、豪雨とまではいかないと思いますが、どれくらいの雨が降るか要注意です。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。地球の自転を遅らせた中国の巨大ダム、1日の長さが約 0.06 マイクロ秒長くなる可能性、スペースチャンネルが伝えています。NASA 研究者による解析では、巨大ダムによって大量の水が1箇所に溜められると、地球の質量分布が変化することが分かっています。地球は完全に固定された物体ではなく、内部や表面の重さの偏りによって、自転速度や形状がわずかに変わる性質があります。三峡ダムの貯水量は約400億立方メートルに達するとされ、この水の重さが地球の回転に影響を与える可能性があると計算されています。この結果によると、三峡ダムが満水状態になると、地球の1日の長さが約 0.06 マイクロ秒だけ長くなる可能性があります。これは人間が体感できるレベルではありませんが、惑星規模で見ると確かに測定可能な変化です。以上、地球の自転を遅らせた中国の巨大ダム、1日の長さが約 0.06 マイクロ秒長くなる可能性についてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少しだけ、三峡ダムが地球の自転にわずかながら影響を与える可能性があるという件ですが、このチャンネルをご覧いただいている視聴者さんなら、すでにご存知ですね。巨大ダムによって膨大な水が1箇所に集まれば、地球全体の質量バランスに微妙な変化が生じるというお話です。三峡ダムの貯水量は約400億立方メートルとも言われますが、これは琵琶湖の貯水量の約 1.4 倍。その水がわずか20年ほどの短期間で人工的に集められたわけですから、惑星レベルで見れば影響が出ても不思議ではありません。もちろん、人間が体感できるような変化ではありませんが、改めて三峡ダムのデカさを思い知らされます。さらに中国では、三峡ダムの3倍規模と言われる超巨大水力発電ダムの建設が、現在進行形で進められています。総工費は約25兆円、三峡ダムの6倍ほどですから、意味不明です。下流にはインドやバングラデシュへ流れる国際河川であり、水資源の争いや環境への影響を懸念する声も少なくありません。巨大ダムは発電や治水、水運などメリットがある一方、維持管理や大差、老朽化といった長期的な課題もあります。巨大プロジェクトを次々と進めるあちらさんですが、100年後、どこまで安定的に維持できるのか、かなり怪しいものです。このチャンネルは日本で唯一定期的に中国三峡ダムの情報をお伝えしています。決壊だ崩壊だ大変だという煽り文句とは距離を置き、データを中心に現況を共有。三峡ダムだけでなく、他の国のニュースを合わせて発信しています。ご興味のある方はこの機会にぜひチャンネル登録をお願いします。また、意図せずにチャンネル登録が外れていたという話もあるようなので、今一度登録をご確認いただければ幸いです。日本の気象状況について確認します。こちらは、今朝8時までの6時間のレーダーの実績。日本列島に目立った雨雲は見られませんが、朝鮮半島ではものすごく雨が降っているみたい。ニュースによると、今日は沖縄や九州地方で降水確率が少し高めとのこと。全国のライブカメラを見ていると、おおむね日差しがあり、晴れているところが多いようです。三峡ダムの建設前、砂が溜まる大差問題への対策として、蓄成配根という考え方があちらにはあったようです。きれいな水を溜めて、洪水シーズンに一気に流すと、
泥も一緒に流されて全て解決ですと、今となってはにわかに信じられない論理が、当時はまかり通っていました。大雨になる時期にこそ水を溜めて、一定の範囲内で洪水調節するという、本来の目的とは真逆の理論。いくつか対策を絞り出し、何としてもダム建設を推進したかったのでしょうが、よくよく考えると論理的に破綻しています。粛清廃根に限らず、皆さんご存知の通り、中国ではたくさんの4文字スローガンがあります。豊富な南部の水を、慢性的に水不足の北部地域へ送るという南水北潮。最近すっかり効かなくなった共同富裕。西で作った電気を東部の沿岸部へ送る正電闘争。同じく天然ガスをパイプラインで送り出す、正気灯油。有名なのは、鄧小平時代の改革開放。そしてペイさんが打ち出すものの、各国でトラブル続出の一帯一路など、もう4文字だらけです。人民に広く徹底するには、短い4文字をスパムのように連呼するのが一番と、あちらは伝統的に考えているのでしょうか。きらびやかに宣伝する工作活動の裏には闇も背中合わせ、もっとも、あちらは光の部分しか報道しませんが。ここまでご視聴いただき、ありがとうございます。この動画が良かったと思われましたら、グッドボタンを。もう一つやなと思われましたら、バッドボタンをお願いします。YouTube の仕組み的に、グッドでもバッドでもアクションがあるのが良しとされるようです。お手数ではありますが、どちらでも結構ですので、ひと手間いただけると幸いです。引き続き、最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。